はい、こんにちは。スタジオバリアピリスです。今日紹介する雨林植物はこちら。じゃん。ラビシアです。水が垂れる。ラビシアです。はい。まあこれもまた地味ですね。新しい葉っぱはこういう風にベージュ、茶色、カーキ、成長するにつれてこういう風に緑になって真ん中にピンクのラインが入る植物なんですけども、この株は私がワイルド株を入手してそれを増やしたものです。はい、ワイルド株っていうのは何かっていうと、植物ハンターが現地、熱帯雨林ですね。熱帯雨林で採取してきたものをそのまま私の手に届いたってことです。通常はハンターが植物を採取します。それを増やします。そしてそれを植えたものを売るっていう形なんですけど、これはワイルドそのもの 100% 天然物なんですよ。野生の株です。それを僕が増やしたもので、なのでこれは正確にはもうワイルドではないです。僕が増やしたので、今日はこれに加えてもう一つ雨林植物を紹介します。それがこちら。じゃじゃん。はい、この雨林植物なんていうかっていうと、こっちもラビシアです。これもラビシアなんですよ。2つともラビシアです。これ採取された場所なんですけど、どちらもスマトラ島なんですよ。インドネシアのスマトラ島で採取されました。同じ島で採取されて、どちらもラビシアなんですけど、こんなに葉っぱの形も色も模様も違うんですね。それはなぜか。それはね、生物多様性というのがキーワードになってくるんですよ。ということで今日はこのラビシアを含め様々な雨林植物が育つ熱帯雨林の生物多様性の世界の話をしたいと思います。それでは早速生物多様性の世界へ行ってみましょう。はい。ということで、たくさんの動物たちの映像をお送りしましたが、生物多様性というのは、生物の種類がただ単純に多いという意味だけではないんですよ。はい。生物の数が多いイコール生物多様性ではなくて、あらゆる生命体は共存関係にあるということを示します。例えば、ある動物が果物を食べます。で、果物を食べると種が出てきます。その種が地面に落ちます。で、その落ちた種が発芽します。で、その種以外の排泄物を分解する虫がいたり、で、その虫が分解したものをさらに分解する微生物がいたり、例えば分解途中でキノコが生えてきたり、で、そのキノコをねぐらとする虫がいたりするんですよ。で、そのキノコをねぐらとするその虫が特定の植物の花粉を運んだりするんです。そしてその植物は受粉してまた実を実らせて果実を動物が食べる。ですので生物の種の数だけ循環サイクルパターンというものが存在すると言っていいと思います。それがいわゆる生物多様性というものなんですね。そしてその生物の共存関係が地上で最も盛んな場所、それが熱帯雨林なんですよ。で、熱帯雨林は赤道付近に存在するわけなんですけど、赤道付近っていうのは暖かいので生物が繁栄するのに
最適な場所なんです。暖かいので太陽の光で海の水をたくさん蒸発させるんですね。で、膨大な量の雲を発生させるんです。膨大な量の雲が熱帯雨林に大量の雨を降らせるんです。その降り注いだ大量の水は森を豊かにして植物を成長させる。で、花を咲かせて果実を実らせます。で、その豊富な栄養源と温暖な気候で生物たちは生き生きと育つことができるんですよ。それが熱帯雨林なんです。で、その熱帯雨林っていうのは地球上にどれぐらいあるのか。実は地球上のすべての陸上部分のわずか 8% 未満と言われています。すべての陸上部分の 8% に満たない量しか熱帯雨林は存在しません。で、そのわずか 8% に満たない熱帯雨林の植物たちが生み出す酸素の量は地球全体の酸素量の 40% 以上を生み出していると言われています。すごくないですか？地球上に 8% しかない熱帯雨林が地球全体の酸素量の 40% をカバーしてるんです。それぐらい熱帯雨林には酸素を生み出す植物が生い茂っているということです。そしてその熱帯雨林に生きる生物の種の数は地球上の 50% 以上だと言われています。地球上にいるすべての生物の種の数の 50% 以上がこの熱帯雨林にいるということになります。なので熱帯雨林っていうのはそれぐらい生き物が生きるのに適した環境なんです。それはまさに生物の楽園なんですね。はい、ということで、熱帯雨林には凄まじい数の生命体がいるということになります。凄まじい数の生命体がそれぞれに生物循環サイクルを持っているので、生物循環のサイクルがいろんなところで重なり合ってるんですね。生物がとても多いので密集してるのでいろんなところで重なり合ってるんですよ。とても複雑なサイクルになってるんです。で、その複雑なサイクルからまた新しい複雑なサイクルが生まれる。つまり、新しい生き方をする生物が生まれる。それが新しい種を生み出すことなんですね。その繰り返しでたくさんの種が今まで増えてきた。そういったことを生物多様性と言います。で、その生物多様性のたくさんの生物がいる中で密集している循環サイクルから生き延びなければならないんですね。そこでその生物の個性が出てくるんですよ。個性が見た目に表現されたのがこの雨林植物のラビシアなんです。なのでこんなに同じ種類なのにこんなに色が違ったり模様が違ったりするんですね。生き延びるために生まれた個性なんですよ。ということで、今回は生物多様性の話でした。今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではさよなら。